こんにちは。今日はビジュアルコンポジターという Unity の新機能を紹介したいと思います。ビジュアルコンポジターは画像合成を行うためのノードベースのグラフエディターです。リアルタイムでデジタルコンポジションとビジュアルエフェクツを作成できます。これにより左の画像を右のようにアップグレードできるというわけです。いかがでしょうか？それでは早速始めましょう。このチュートリアルでは、まずパッケージの基本的な概要を説明します。その後のセクションでは、興味のあるものに直接ジャンプしても構いません。現時点のビジュアルコンポジターはまだ実験的なパッケージであり、Git からインストールする必要があります。ビジュアルコンポジターのドキュメントサイトのインストールページにアクセスしてください。そして Git の URL のリンクをコピーするか暗記しておいてください。次に Unity のパッケージマネージャーに移動します。こちらのプラスボタンをクリックし、インストールパッケージ from Git URL を選択してください。そしてリンクを入力またはペーストし、インストールをクリックします。ビジュアルコンポジターが正しくインストールされました。エクスペリメンタルパッケージを有効にしているのなら、バージョンはもう少し新しいかもしれません。インストール後、ビジュアルコンポジターのセットアップを開始します。現在、シネマティックスタジオのサンプルを使っていますが、こちらも Unity アセットストアから入手できます。参考までに、ビジュアルコンポジターのデータはすべてプロジェクト内のアセットファイルに格納されています。ビジュアルコンポジターを動作させるには、まず空のゲームオブジェクトを作成します。そして、そのオブジェクトにアセットを参照するためのコンポーネントを作る必要があります。ここではとりあえずビジュアルコンポジターという名前にしておきます。次のステップはコンポーネントの追加です。ビジュアルコンポジターを検索し、正しいものであることを確認した上で追加します。そうすると、ビジュアルコンポジター以外にもカメラやカメラデータといったコンポーネントが追加されます。そのあたりについては特に気にする必要はありません。ビジュアルコンポジターを見てみましょう。コンポーネントにはコンポジターグラフやデフォルトのカメラ、解像度、ディスプレイモードなど様々なパラメータがあります。ステーブルディフュージョンは AI をテストする場合のものです。特に注目すべきはコンポジターグラフです。現在は何もないので、ニューボタンをクリックしてアセットファイルを作成します。プロジェクトフォルダに戻り、コンポーネントをクリックすると、グラフが作成されています。もう一つ知っておくべきこととして、ビジュアルコンポジターの出力は、デフォルトではディスプレイ8に表示されます。なので、もしも既存のゲームビューをディスプレイ8を表示している場合などは注意が必要です。初期設定が完了したら、オープンウィンドウボタンをクリックして、ビジュアルコンポジターを開いてみます。こちらがビジュアルコンポジターのウィンドウです。誤ってこのウィンドウを閉じてしまった場合でも、ウィンドウに戻ることができます。その際は、レンダリングをクリックし、ビジュアルコンポジターオプションをクリックすれば OK です。続いては、ビジュアルコンポジターにより適したレイアウトに変更してみます。ビジュアルコンポジターウィンドウのこちらが合成や設定を行う主要なエリアです。ズームインし、すでにセットアップされている2つのデフォルトノードを詳しく見てみましょう。左側はレンダリングノードと呼ばれる重要なノードの一つです。基本的に出力ポートに特定のカメラでオブジェクトのライトのグループをレンダリングします。デフォルトではシーン内のすべてのオブジェクトがレンダリングされます。ご覧のように、どのオブジェクトやライト、背景をレンダリングノードにフィードするかを指定できます。こちらにはカメラやアンチエイリアスなどカスタマイズ可能なプロパティが多数あります。右側にあるのはレイヤーノードです。こちらはレイヤー化の結果をブレンドまたは入力するためのものです。名前からわかるように、
レイヤーは他のグラフィックスやモーション編集ソフトウェアのレイヤー機能と似ています。ビジュアルコンポジターの場合もそれらと同様に、異なるレイヤーのグループを積み重ねてレンダリングできます。その結果、レンダリングされているすべてのレイヤーがこのゲームビューに表示されます。ここでは簡単なデモとして異なるレイヤーを複製し、様々なチャンネルや様々なブレンドモード、その他のプロパティをどのように使用できるかを試してみます。これらは最初の2つのデフォルトノードです。様々な効果を作成するために追加できる他のノードがたくさんあります。それらのいくつかを実際に紹介していきます。最初に紹介するノードはアウトラインノードです。名前が示すように、このノードは現在のシーンにアウトラインを作成します。作成するには、ノード作成ウィンドウでアウトラインと検索します。最初にやるべきことは、レンダリングノードの出力をアウトラインノードに接続することです。接続については、デプスや放線、それから UV なども可能です。まだプレビューウィンドウには何も表示されていませんね。これは線の太さが0になっているためです。他のパラメータも同様です。値を少し調整して確認してみましょう。これで効果が見え始めました。次にアウトラインノードの出力をレイヤーに接続します。そしてアウトラインの色を変えてみましょう。現在のシーンにアウトラインを適用することもできます。レンダリングノードを下のレイヤーに再接続してみましょう。その上で値を少し調整してみましょう。いい感じになってきましたが、本来、調整はもっと時間をかけてやるべきですね。ちなみに特定のノードの効果をオフにしたい場合は、ノードの横のチェックボックスを使います。こちらのオンとオフを切り替えるだけで効果を確認できます。次は、ブレンドノードです。こちらは現在のレンダリングに様々なブレンド効果を追加する機能を提供します。それでは、新しいノードを作ってみましょう。今回はブレンドを選択します。こちらはレンダリングしているゲームビューにグラデーションを追加します。まず背景としてグラディエントノードを指定し、バックグラウンドに出力します。少し色を変えてみます。入力ソースを見ると他にもいくつかのオプションがあります。また、入力ソースにレンダリングノードの出力を指定することもできます。そして透明度を少し変更します。また、ブレンドノードを別のものに変更することもできます。現時点ではノーマルで良いと思います。最後に、どのレンダリングレイヤーに配置するかを指定します。見やすくするために、ブレンドノードの出力を最下位のレイヤーに指定しておきましょう。レイヤーの順序はとても重要です。ただ、他のモーショングラフィックソフトウェアとはちょっと違うんですよね。一般的には最上位のレイヤーがより高い優先順位を持ちますが、このツールでは順序が逆になるのです。つまり、一番下にあるレイヤーが他のレイヤーよりも上にレンダリングされます。ノードを接続したことでゲームビューに即座に反映されます。そしてレイヤーの順序を変更すると描画順序が変わったことを確認できます。よく使われているもう一つのノードはトランスフォームノードです。その名前の通り、このノードは入力イメージに 2D 変換を適用します。今回は試しにレンダリングノードに直接適用してみます。右クリックしてクリエイトノードからトランスフォームを選択します。こちらのノードの出力をトランスフォームノードに、入力を隣のノードと接続しましょう。下にはオプション、パラメーターがあります。様々なパラメーターを調節することができます。サイズやストレッチ、
背景色を変更したり、回転やオフセットも調整できます。回転はとてもわかりやすい効果なので、少し変えてみましょう。ここでゲームビューを見ると、デフォルトのレンダリングがトランスフォームノードによって変更されていることがわかります。しかしアウトラインはトランスフォームノードとは無関係なので、見え方は変わっていません。そして非常によく使われるノードとして、ポストプロセッシングノードがあります。このノードは既存のポストプロセッシングボリュームプロファイルアセットをシーン内の既存のビジュアルコンポジターに結びつけることができます。なので、まだボリュームプロファイルを作成していない場合は、最初にボリュームプロファイルを作成する必要があります。このサンプルプロジェクトは、すでに複数のポストプロセスのボリュームを作成してあります。ちょっとノードを作成して試してみましょう。続いてこちらをクリックしてボリュームを一つ割り当ててみます。ここではプロセッシングプロファイルというファイルを選びました。割り当てた後はレンダリングノードの出力をポストプロセッシングノードに接続します。接続するとすぐに効果が現れることがわかります。今回はアウトラインをポストプロセスの出力に置き換えてみます。ポストプロセスで行っていることは、色の調整、それからフィルムグレインエフェクトなどです。ちなみにビジュアルコンポジター自体も、カラー調整やカラーマスクなどといった専用のポストプロセスノードを多数提供しています。ただ、ポストプロセッシングノードへの接続は既存のボリュームプロファイルをシーンに適用する上で有用な方法だと言えます。続いてもう一つ簡単なデモを行います。ゲームオブジェクトノードはシーンのゲームオブジェクトをフィルタリングできます。右クリックしてゲームオブジェクトを作成し、ゲームオブジェクトノードの出力をレンダリングノードのオブジェクトに接続します。今のシーンには何もありませんが、これはまだゲームオブジェクトを割り当てていないだけです。鶏だけをレンダリングしたい場合はどうすればいいのでしょうか。ゲームオブジェクトをビジュアルコンポジターにドラッグするだけです。試してみると、ビジュアルコンポジターの効果で鶏だけがオブジェクトとしてレンダリングされるようになりました。それからスプラインマスクという面白いノードもあります。これもビジュアルコンポジターを使う上でよく使うノードの一つです。それ以外にもビジュアルコンポジターはデザインに合わせてレンダリング結果を変えたり調整するための機能を提供しています。例えば、シーンの緑や不要な色をキーアウトできるグリーンスクリーンキーヤーノードもあります。また、入力ポートを追加したときに他のノードのプロパティに値を割り当てることができるバリューノードもあります。スクリプトマットの作成と同様、マテリアル、セレクショングループなどによって特定のオブジェクトをレンダリングするためのノードもあります。つまり、プレビューをムービーまたはイメージシーケンス形式のレンダーテクスチャーとしてレコーダーにエクスポートし、他の DCC ソフトウェアで編集することもできます。また、ビジュアルコンポジターで提供されているノードクラス以外のものとしては、独自のカスタムノードを作成することもできます。ドキュメントページには、ノードクラスの作成方法、UI の設定方法、入出力の設定方法などが詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。ビジュアルコンポジターノードでは、タイムラインによってアニメーションを行ったり制御することができます。それにはいくつかの手順が必要です。まず違いを分かりやすくするために、アニメーション化できるノードの一つであるトランスフォームノードを使用します。そしてレンダリングノードに接続し、レイヤーノードの一つにレンダリングします。最初に行うべきことは、ノードの上部に移動し、マウスを右クリックして、このノードをコンポーネントとして公開することです。これを実行すると、
一部のパラメータの背景色が変更されます。これは特定のパラメータがタイムラインによって制御できることを示します。次にタイムラインに移動し、タイムラインの左側のウィンドウを右クリックし、Unity Visual Compositor を選択します。Visual Compositor の下には様々なオプションがありますが、これらはタイムラインに追加できるノードを示しています。ここではトランスフォームノードトラックを選びます。トラックとノードを追加しました。次はトランスフォームノードをドラッグします。これでゲームアセットとなりました。これで一通り接続は完了です。続いてもう一度右クリックしてトランスフォームノードプレイヤブルアセットを作成します。基本的にこれらは他のすべてのタイムラインオブジェクトにトラックを追加するための手順です。なかなかいい感じになっていますよね。詳細を確認するためにカーブビューを開いてみましょう。うまくいってますね。ビジュアルコンポジターウィンドウに戻ると、隣のオブジェクトにレコードボタンが追加されています。これは他のトラックと同じビジュアルですが、アニメーションのレコードを開始できます。早速クリックしてみましょう。パラメーターが変更され、また背景の色が変化して、レコードの準備ができていることがわかります。それでは、いくつかの値を調整してみましょう。まずは回転です。そして反対に回転させてみましょう。それからオフセットも変更しましょう。微調整してみます。再生ヘッドをドラッグしてみると、アニメーションが記録され、カーブビューに反映されているのがわかります。ここでタイムラインを再生してみましょう。アニメーションが適切にレコードされ、タイムラインウィンドウ内で再生されていることがわかります。最後に説明するノードは、ステーブルディフュージョンノードです。ご存知の通り、ステーブルディフュージョンはディープラーニングモデルです。ビジュアルコンポジターでテキストに基づいた画像、または画像に基づいた画像を生成できます。ただし、これはまだ実験的な機能であることにも注意する必要があります。また、このノードのセットアップ方法の詳細は、ビジュアルコンポジタードキュメントに記載されています。事前準備として、ステーブルディフュージョンをローカルで動作させる必要があります。ここではステーブルディフュージョンを起動しており、同時にコントロールネットもセットアップしました。もう一つの注意すべき点は、実行スクリプトで API 呼び出しを有効にすることです。WebUI と呼ばれるスクリプトの中で、この行のテキストがあることを確認してください。これらすべての準備が整ったら Unity に移ります。まず最初に確認すべきことは、Visual Compositor Component のあるオブジェクトです。このコンポーネントには先ほど述べたように、Stable Diffusion と呼ばれるフィールドがあります。フィールドは空なので、こちらの New ボタンをクリックして新しいアセットを作成します。こちらをクリックすると SD 設定アセットのファイルが作成されています。そしてこのアセットをクリックすると、いくつかのセクションの下に多数のフィールドが表示され、値が入力されているのがわかります。こちらはサーバー URL、API、モデル、サンプラー、コントロールネットのモデルなどです。もしこれらのフィールドが入力されない場合は、ボタンをクリックすれば該当する各セクションを更新できます。特に2つのフィールドやポストコントロールネットテキストトゥイメージ、ポストコントロールネットイメージトゥイメージのフィールドはよく確認しておきましょう。使用しているバージョンにもよりますが、これら2つのフィールドは正確でなくてはなりません。
0.29.1 プレビューまでのビジュアルコンポジターを使用している場合、古いコントロールネット API のみをサポートしています。これら2つのフィールドは同じものが入っていると思います。しかし、ビジュアルコンポジター 0.29.2 プレビューパッケージを使用している場合は、コントロールネット API の新しいバージョンのみがサポートされます。よって、この2つのフィールドを少し変更する必要があります。この動画と同じように値をコピペしておきましょう。この V1 の後の文字列が Text to Image になっていること、そして下の空欄は Image to Image になっていることをよく確認しておいてください。続いては Visual Compositor グラフに進みます。Stable Diffusion ノードを作成するには、右クリックしてノードを作成するか、スペースバーを押して Stable Diffusion を検索します。今回は Text to Image を使います。これがすでに設定されているノードです。ちなみに、いくつかの基本のパラメータ、またはコントロールネットのパラメータは、アセットファイルで事前定義できます。ネガティブプロンプトはそこから取得しました。では、シーンの背景画像を作ってみます。今回は、スタイライズドサイバーパンクバックグラウンドカートゥーンと入力し、サイバーパンク風の背景画像にしてみます。プロンプトが完了したら、ジェネレートをクリックします。画像が生成されました。コントロールネットを有効にしてモジュールを選択することもできます。キャニーは変えないでおきます。再度生成します。この色があまり好きじゃないなと思ったら、カラーバリエーションを増やすこともできます。プロンプトに追記します。さて、現在のバージョンでもいろいろ試すことができます。ブレンドノードを追加して、ステーブルディフュージョンを背景として設定し、レンダリングを入力として設定します。サイズ変更も可能です。背景オブジェクトを無効にしてみましょう。これでステーブルディフュージョンが Unity シーンに適切に統合されました。さらに自分で画像を生成した後、シーン内のオブジェクトをステーブルディフュージョンの入力ソースとして使用することもできます。ここではその方法をデモするためにいくつかのプリミティブを追加しました。すべてバーチャルシーン内に散在するシリンダーを使用します。そしてこれらのシリンダーをステーブルディフュージョンの入力ソースとして使用します。ヒエラルキーを見るとプリミティブのプレハブがいくつもあります。使いやすくするためにセレクショングループを使用します。新しいグループを作成し、これらすべてのシリンダーをセレクショングループに追加します。ちなみに、ビジュアルコンポジターにセレクショングループノードを追加することもできます。そして、新しく作成したセレクショングループをグループ0として指定します。さらに追加することもできますが、今はこれで十分です。次に出力をレンダリングノードのオブジェクトにリンクします。これでレンダリングノードがセレクショングループで指定したプリミティブのみをレンダリングしていることがわかります。シリンダーを表示するゲームビューも同様です。次にステーブルディフュージョンを追加するために同じ手順でノードを作成し、ステーブルディフュージョンを追加します。同じようにテキストを画像にしています。しかし今回はレンダリングノードの出力をステーブルディフュージョンのコントロールネットインプットに指定し、レイヤーに出力します。そしてランダムなプロンプトを入力します。シリンダーに似た形をしているので、チョコレートクッキーにします。次にパラメータを同じにして
幅と高さをビューポートと同じにしてからコントロールネットを使って前と同じようにキャニーを使用します。そしてジェネレートを押します。これが生成された結果です。見た目も良さそうだし、これでいこうと思います。次に実際にオブジェクトの形状に基づいて画像をマスクし、シーンに配置します。まずシェイプで画像をマスクするために必要なレンダリングノードのマットを探し、レイヤーに直接接続するだけです。これで背景が削除されたことがわかります。クッキーの形状のみが使用されているのがわかります。次に別のレンダリングノードをもう一つ追加します。他のシーンオブジェクトを含むレイヤーを追加します。ステーブルディフュージョンレイヤーの下に配置し、出力をレイヤーの入力に接続します。これでクッキーがシーンに追加されているのがわかります。というわけで、ビジュアルコンポジターパッケージを紹介しました。もっと詳しく知りたい方は、以下の説明でリンクされているドキュメントをチェックすることを強くお勧めします。皆さんもぜひ、ビジュアルコンポジターを使ってクリエイティブな作品を作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。